たった一つの自信があれば人生は輝き始める。自己肯定感ってこうやってあげるんだ。あなたは今の自分に自信がありますか？この本を手に取ってくれたあなたはとても謙虚な人で、いえいえ、自信なんてないです、と言っている人ではないでしょうか。そして、でも、できることなら自信を持てる人になりたい、と思っている人ではありませんか？そんなあなたの気持ちに応えるためにこの本はあります。実は私も自信なんてないと思っている一人でした。自信なんてなくてもいい、生きているだけで。そんな風に開き直っているところもありました。今も自信満々というわけではありません。でも小さな自信を持ったことから毎日が楽しくなり、いろいろな希望を持てるようになり、そして自分で人生を切り開いていけるようになりました。自信のないままの自分だったらいつも諦めてばかり、周りに流されてばかりの人生だったでしょう。あなたにもこの不透明な時代を明るく楽しくしなやかに生き抜いていくために、たった一つのことでいい、自信のあるものを持ってほしいと思うのです。たった一つの自信があるだけで、私にもできるんじゃないかという可能性がぐんぐん広がり、堂々と人と接することができるようになり、人生は輝き始めるからです。管理職やリーダーに抜擢されるという時、それまでそうなることをなんとなくイメージしてきた男性たちが、はい、頑張ります、と喜ぶのに対して、女性が一番多く口にするのは次の一言だそうです。私に務まるでしょうか。つまり、自信がないのです。従来の男性リーダーの姿と照らし合わせると、私には足りないものがある。あんなに頑張れない。しかも女性だし。などと思ってしまうのでしょう。自信のない人は自分はできるというイメージが描けないのです。また、いろいろなことができて礼儀正しく、性格もいい優等生タイプの女性に限って自信を持てていないことがあります。卒のない仕事ぶりを褒めても、いえいえ、私なんか全然できていないです、と自己肯定感が低いのです。自己肯定感とは、自分のことを価値がある、大切であると肯定する感情のことです。謙虚さもあるでしょうが、それを差し引いても、もっと自信を持てばいいのに、と思うことが少なからずあります。おそらく自信がないというのは、できていないところがたくさんあるということなのでしょう。頑張って様々なことをきちんとしようとしても、不足な点は次から次に出てきて不安から抜け出せない。どんな人でも、私ってどうしてこうなのかと自信をなくすことはあります。優れている人を見て、自分はダメだなと思った経験は誰でもあるはずです。勉強ができても体育は全くできなくて、なんで他の人みたいにできないんだろうと自分が嫌になることもあったかもしれません。そんな風に人と同じようにやらなければ、これもあれもできなければというプレッシャーが無意識に染みついてしまっているのです。私たちは常に社会からたくさんのものを要求されて生きています。そんな周りから求められる理想に自分を当てはめようとしていたら、現実の自分に不信感を持つのは当たり前なのです。理想の自分とそうなれない現実の自分のギャップが私たちから自信を奪っていくのです。私たちはよく、もっと自信を持ちたい、もっと自信があったら、というように自信は獲得するもののような言い方をします。でも自信というのは誰もがもともと持っているものです。幼い子供は自分のことを 100% 信じています。もしかしたら歩けないかもしれない。喋れる自信がない。とは思わないでしょう。当然のこととして立ち上がって歩こうとしたり、喋ろうとしたりします。たとえ何らかの理由でそれができなくても、それを自然に受け止めて自分のできることを探して楽しもうとします。自信とは
ありのままの自分を信じて生きていこうとする力でもあります。だんだん自信をなくしていくのは自分の価値を評価するようになるからでしょう。自分の欠けている部分に意識を向けていると、どんどん自信がなくなっていきます。しかし、劣っているところもあるけれど、優れているところもある。できないこともあるけれど、できることもある。と自分の持っているものに目を向ければ、自信を奪われることはありません。自分なりの可能性を見つけて生きていこうとします。私には特別なものはない。優れているところはない。と言っている人でも必ず恵まれているところ、人に褒められるところ、ひょんなことから自分にもできる、いけるじゃないか、と自信を持てる瞬間があるでしょう。そんなところにまず自分自身が気づいて生かしていってほしいのです。あなたが自信を持つための小さな種はすぐ近くに隠れているかもしれません。誰でも自信を持つことはできるのです。それでは、どんな風に自信は生まれて、それによって人はどんな風に変わっていくのか、そんなところからお伝えしていきましょう。たった一つの自信があれば、人生は輝き始める。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、たった一つの自信があれば、人生は輝き始めるという本をご紹介します。もう少しだけ自信があったら人生変わるのに。こんな風に思ったことはありませんか？仕事でも人間関係でも自信がないから自分の思いを押し込めてしまう。やったらやったでどうせうまくいかないんだからと諦めている。そしてそんな自分が好きじゃなくなっていく。こんな方意外と多いと思います。もしあなたがそうなのだとしたら、大丈夫。安心してください。今のあなたのままでも自分を信じる力は育てられるんです。たった一つの自信があれば人生は輝き始めますよ。著者は有川真由美さん。50を超える職業経験や40カ国以上の旅行経験など、ご自身の体験や経験をもとにした書籍を続々刊行されており、コンスタントにベストセラーを出し続ける有川さん。有川さんの本はどれも本当に素敵な空気感のものばかり。本チャンネルでもたくさんご紹介させてもらっていて、僕はもう有川さんの大ファンでございます。そんな彼女が特別な才能がなくても大きなことを成し遂げなくても、小さなきっかけと毎日の習慣から自分を信じる力を育てる方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。一歩を踏み出して見通しを良くする。ある友人は50代後半で離婚をして地方から東京に出てきました。それまでずっと子育てと看護教員の仕事をしていて、都会で暮らすのも一人暮らしをするのも転職をするのも初めての経験でした。それまで何々でなければならないという気持ちが強く、家族や地域での生活を守ってきたのですが、子育てが終わったことから、これからは自分のために生きようと思ったのだとか。都会での生活にいくらか不安があったものの、動き始めると自信が出てきたようです。教員の仕事を見つけてたくさんの友達ができて毎日を楽しんでいました。そして数年働いた後、突然安定した職場を辞めて起業したいと言い出したのです。周りの人にマッサージやヒーリングセラピーをしていたら、口コミで顧客が増え、全国からそれを教えてほしいと呼ばれるようになったからでした。最初は毎月のお給料が途絶えてしまうのはものすごく怖いことだと思っていた。でも思い切って辞めて本当に良かった。今はやりたいことをやっているから面倒なことも苦にならない。
お金のこともなんとかなるって思えるのよね。友人は一歩を踏み出すことで一つ一つ自信をつけてきたのです。案ずるより産むが易しで、あれこれ心配はあるけれど、やってみたら意外に簡単だったということは多いものです。それまであまり動かずじっとしていた人に限って、いざ一歩を踏み出すと次々に大胆な挑戦をするようになることがあります。へえ、やればできるんだという新鮮な快感は行動を次々と後押ししてくれるからです。私も大きな挑戦をするようになったのは30代後半になってからです。不安が全くなかったかといえば嘘になります。最初からうまくいく自信もありません。でも前へ前へと進んでいるうちに、いけるかもと見通しが立つ瞬間があるのです。新しいことが一つできたら、もっとやってみたい、他のこともやってみたいと思います。人間にとってできたという快感は癖になるほどの喜びなのです。自信とは見通しがつくことであり、それは動いているうちについてくるものです。頭で考えているだけでは良くないことばかり浮かんで不安が増すだけでなく、やりたいことをできない自分として自分への信頼はなくなっていきます。一歩を踏み出せば、なんだ、できるじゃんと霧がパーッと晴れていくように自信がついてくるのです。一度自信がつけば、同じような行動や挑戦はいとも簡単にできるようになります。不安というものは自分が作り出した幻であったと気づくでしょう。あなたにはやりたいことをやる力が備わっているはずです。やりたいことに一歩を踏み出せる自分という自信はあなたの中にしっかりと根付いていくのです。自信のなくなる言葉を使わない。私失敗しないので。これは人気ドラマシリーズの主人公である女性外科医の決め台詞。手術に失敗したらどうするんだなどと周りに不安がられた時に、失敗することを考える必要はありません。その可能性はありませんから。というようにきっぱりと言い切る姿は痛快で大層しびれます。人は付け入る隙もないほどの自信をどこかで求めているのかもしれません。実はこのセリフのヒントになったのは、柔道界の女王がスポーツキャスターの失敗は考えなかったとの質問に答えた次の一言だったといいます。私、ミスはしないので。ストイックに練習に打ち込んできたからこそ出てくる言葉でもありますが、よくよく考えると強気なことをあえて言う人はその必要性がある人でもあります。責任感もあるのでしょう。絶対的に自分を信頼する言葉によってさらにそんな現実を作り出そうとしているのです。ミスは少ないのでとか、ミスしないようにしているとかではなく、私ミスはしないのでとはっきり言い切ると、未来もすでに定まっているように感じます。口にしたことが現実になる言霊とは昔から伝えられてきましたが、これは不思議な力でも何でもなく、誰もが実感することでしょう。大丈夫、なんとかなると言えば安心して物事に取り組めるし、不安だと言えば不安になってくる。そんなものではありませんか。口癖は常にそうなるはずだと私たちに暗示をかけ言い聞かせているのです。何十回も自信がない、私にはできないという言葉を繰り返していれば自信がつかないことは明らかです。良くないことをイメージからネガティブな言葉を使う。そしてうまくいかない現実がやってくるという経過をたどり、ネガティブなことを言えば言うほど現実になっていきます。だったら言葉を変えないと、言葉を先取りするのです。ポジティブな言葉を使うからいいことをイメージ、そしてベストな現実がやってくるという順番です。小さなことでも大丈夫、うまくいく、ついてる、楽勝、楽しい、面白い、好きなどと口に出していると、無意識に言葉に自分を合わせるようになり、だんだんそれが自然に馴染んできます。
どうしても達成したい目標があるときは、そうなります。そうなると決めていますから、と言い切ってしまいましょう。自分を信頼したいなら、自分を信頼する言葉を使えばいいのです。また、自分を良くない方向に導く 3D 言葉を使わないと決めるだけでも、思考がネガティブな方向に行くのを防ぐことができます。でも、は否定から入ってしまう言葉。だって、は言い訳をしてしまう言葉。どうせ、は自分を落としてしまう言葉。その反対で、すべてを肯定して言い訳はせずに自分を高めていく。つい言いがちな 3D 言葉を使わないだけで前に進んでいくエクササイズをしていることになります。言葉という魔法によって自信という美しい服を身にまとって進みましょう。叱られても全否定されたわけじゃない。常々この人は自己肯定感が高いと感じている友人に、これまで自信をなくしたことはないの？と聞いたことがありました。もちろんありますよ。小学校の時体育が苦手で、私のせいでクラスリレーが負けたことがあったんです。その時成績の悪い男子に、お前が走るのが遅いからだって責められた時は悔しくてみんなに申し訳なくて、でも走るのが遅くて悔しかったんじゃない。勉強だったらその男子に負けないのにって思うと悔しかった。自分ができる部分は表に出てこなくて、できないことが目立つなんて、私運が悪いなって。なるほど。だから自己肯定感が高いのだと私は膝を打ったのでした。走るのが遅いと言われても、そうなんだから仕方がないとあっさり認める。早く走ろうと努力するわけではなく、自分なりに優れた部分があるからそれでいいと決して自分を否定することはないのです。彼女は社会人になって上司に叱られても全く平気だったと言います。叱ってもらえるのはありがたいこと。上司は気を使ってこっそり叱ろうとするけど、それで丸く収まるなら人前で叱ってもらってもいいとさえ思っていた。これも納得。彼女は叱られてもそれは一部分であり、ただその点を直せばいいとシンプルに思うだけ。人前で叱られても自尊心が傷つくことはないのです。根っこのところで自分を信じているので、何かの点で否定や批判をされることがあっても、ちっとも恐れていないということでしょう。自信というのは2層になっていると考えると分かりやすいのではないでしょうか。一つは自分の中心、見えない根っこのところにある存在の自信。そのままの自分を信頼する基本的な自信であり、自尊心とも言えます。そしてもう一つは表面に見えている様々な部分的な自信。容姿や能力、性質など一部の自分に対する自信です。この二つを切り離して考える必要があります。部分的な自信でいくらか傷ついても、存在の自信がピカピカの無傷であれば、どんな自分であろうと、私には私のいいところがあると自分を認めることができます。すぐに自信をなくしてしまう人は、部分的な自信で傷つくと、その傷が中心の存在の自信まで達してダメージを受け、生きている価値がない。私なんか何をやってもダメ。と自分のすべてを否定してしまうのです。これは私たちの脳や感情の癖も影響しています。私たちは危険を避けて生きていくために、いいことより良くないこと、嫌なことに注力するという癖があります。そして感情的になって怖がりすぎる癖があります。だから自信を取り戻すためには、傷ついた時に大したことないから大丈夫と教えてあげればいいのです。部分的な傷で食い止めましょう。具体的には次の2つのことを言い聞かせてあげてください。それはある一点だけのことだ。ひどいことを言われたとしても、特定の人が一点だけに対して言っていること。自分ができないことであっても、その一点だけのことです。それを意識すると、自尊心がむやみに傷つくことはなく、冷静になって現実を受け入れることができます。自分には自分のいいところがある。
自分にないものに焦点を当てずに、あるものに焦点を当てること。暗闇ではなく光にフォーカスすることで、暗闇は見えなくなってきます。傷ついた時は、私には私なりの価値がある。私はこれでいい。と自分を肯定し、自分を愛する言葉に変えてケアしていってください。やればできる貯金をコツコツ貯める。自信というのは言い換えると、前に進む自分を信頼できることです。自信のない人はその信頼が十分でないために消極的になったり屈折した言動になったりしてしまいます。自信を育てるために一番効果的でしかも確実な方法は、やればできるじゃん、私という小さな達成の快感を自分の内側に積み上げていくことです。これを私はやればできる貯金と呼んでいます。やればできる貯金とは小さなことでいいのです。例えば、今日は部屋の片付けをしようと思ったら、めんどくさいなと思っても最後まで投げ出さずにやりきってください。あなたはきれいになった部屋を見て、やればできるじゃないか、私、とすがすがしい気分になるでしょう。この快感は一つの成功体験なのです。ここで自分の中にやればできる貯金がチャリンと溜まったことになります。前から連絡しようと思っていた人に連絡する。小さな親切を一つ実行する。休日に体を動かす。など、どんなことでもやればできるという気持ちよさを味わったら、チャリンチャリンと貯金が溜まっていくことになります。そんな風にコツコツとやればできる貯金をしていると、他のこともできそうな気がしてくるはずです。多少失敗があってもまたやれそうな気もします。それはこれまで積み上げてきたたくさんの貯金、過去の経験を使って前に進むことができるからです。やればできる貯金を貯めるためのポイントは次の3つです。1、できたことをちゃんと意識することが大事。何かがうまくいったり、何かを達成したり、と同じ行動をとっていても、よくやったな、私、としみじみ思う人もいれば、何も感じずにスルーしてしまう人もいます。中には、まだまだできていない、と渋い顔をする人もいるかもしれません。喜びがなかったら貯金をしたことにはなりません。自己肯定感はちっとも高まっていかないでしょう。できたことを、よっしゃ、やったと一つ一つ意識していくことが大事。自分を好きになってハグしたくなるような瞬間を大いに喜んでください。2、当たり前のことでも貯金はできる。特別なことではなく当たり前と思うことでも少々負荷がかかっている場合は貯金をしたことになります。例えば、今日は会社に行きたくなかったけど、なんとか出社した。忙しかったけどお弁当を作った。気まずくなった上司に自分から挨拶した。など、自分を信頼できる行いは、よくやった。やればできる私。と心でそっとつぶやきましょう。3、挑戦することで貯金は大幅増額。やりたかったこと、新しいことに挑戦したときは、やればできるの自信のスペースがぐんと広がったことになります。これをやれたら嬉しいだろうな、気持ちが良さそうだな、ということをどんどんやっていきましょう。自信をなくしてもゼロにはならない。専業主婦を何年もしていた女性が再就職をしようとしてもうまくいかず、自信がなくなったということがあります。結婚前に数年経理の仕事をしていたのですが、今はパソコンが主流でついていけない。私にできる仕事がなくてどこにも求められていないんだって、すっかり自信をなくしてしまいました。というように嘆くのです。このような時は戦うフィールドが間違っていることがほとんどです。若い人と同じ土俵に立っても負けるのは目に見えています。確かに昔やっていた仕事のスキルは当てにはならないでしょう。しかし、社会人として働いていたという経験はゼロではありません。それにパソコンができなくても料理ができる
同時に様々なタスクを処理できる、難しい人ともうまく付き合うことができる、など様々なできることがあります。例えば、若い同僚の相談役や知恵袋的な存在になることだって可能でしょう。年を重ねると、これまであったものがなくなる、これまでできていたものができなくなる、といった感覚を味わうことがあります。例えば、若い時のようなピチピチした張りはなくなるかもしれません。昔は恋人と別れても、そのうち新しい人が現れるだろう、という自信があったのに、アラフィフともなると、これまでと同じようにはいかないだろう、と思ったりします。体力にも自信がなくなります。昔は徹夜の仕事も肉体労働も何でもやります、と言ってきたのに、今はそんなことをやる自信はありません。しかし、そんな自信はなくなっても、やはりゼロではないと思うのです。恋愛ができないわけではないし、少々であれば体を使った仕事はできる。やれることもたくさんある。むしろその年齢なりの面白いことができます。若い時には行けなかったような場所に堂々と行けるのも、知的な会話を楽しめるのも、人とのつながりで面白い体験ができるのも、年を重ねたがゆえの喜びです。そこにはこれまで見たことのない景色が広がっています。たとえお金がなくなっても、仕事がなくなっても、頼れる人がいなくなっても、自信メーターがゼロになることはありません。外から見るとゼロになっていても、自分の中に貯金をするように積み重ねてきたものは、決してゼロではないからです。一番怖いのは、自信をなくして何も動かなくなることです。もうダメだと自信を失いそうになることがあっても、行動してきたという自信は得られているはずです。ゼロにはなっていないと自分の持っているものを思い出せば、もう一度挑戦することや再スタートすることもできるのではないでしょうか。自信というのは確実にできるということではなく、その根拠がはっきりとあることでもなく、ひょんな拍子から、おや、いけるのではないかとイメージできること、希望を持てることなのです。だから、いけるかもと思った瞬間のちっぽけな自信をぎゅっと掴んだら、決して離してはいけないのです。たとえ一瞬、できないかもという思いがよぎったとしても、そのことは大急ぎで振り払ってしまえばいいのです。今現在、あなたに現れている能力は、実は氷山の一角なのです。その大きな能力を引っ張り出す鍵が自分を信じる気持ちなのでしょう。人生で自分の力がどれくらいあるのか試してみることほど楽しいことはありません。自信があるのか、できるのか。答えはイエスでもあり、ノーでもあり。あなたの心が決めることです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。自信の話をすると大抵の方はないと答えるはずです。もう口癖のように当たり前のように自信がないと出てきてしまうかもしれませんが、それも今日までです。本書を読んだその日から、あれ？これならできるかも。意外と悪くないじゃない。これが自分だよね。って小さな自信がムクムクと広がっていくはずです。そして小さな自信が積み重なって大きな自己肯定感に育っていくのです。その一歩を今日から踏み出しましょう。考え方が変わると人生が変わると言いますが、本書を読むと自分ってこんなにいいところあるじゃん、できるところあるじゃんって気づかせてくれるんです。そんな小さな気づきがきっかけで人生は大きく変わっていくものです。あなたも目の前にあるきっかけを手に取ってみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、
チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。